正弘のうまいのなんのうまいのなんのの正弘です。このうまいのなんのでなかなか中華をあげる、ラーメンは和食、日本料理っていうようなジャンルにもなってしまってるんで、中国料理っていうジャンルでお話をするのはなかなかなかったなと。そこでチャーハンから取り上げてみたいなと思って、今回のテーマはチャーハンであります。町中華、今評判になってます。東京中の町場にある中華料理店で、餃子とシューマイ、必ずチャーハンっていうのが出てくるんですね。ほうれん草のチャーハンなんていう風に限ったものもあれば、五目チャーハンもあるし、ただし一体チャーハンってお鍋の中でお米を炒めるわけなんですけど、どういうところが大事なのかっていうのを浅草の中国料理店龍園、そこの諏原さんに、作っていただいて伺ってまいりました。ご覧になってください。うまいのなんの。いただきます。出来たてのチャーハンであります。うまい。ご飯の一粒一粒に味がちゃんと分かって伝わっていますね。シンプルになればなるほど美味しいなっていう感じですね。ご主人の素直にお話を伺いたいと思います。ごちそうさまでした。ありがとうございます。チャーハンの注文をこれよく引き受けてくださったんですけど、チャーハンってやっぱり見てるだけスピードがあるけど難しいですかね。難しいと思います、僕は。はい。やはりチャーシューが入ってネギだね。はい。かなりシンプルで、これ以上シンプルにやるなら。いや、あとチャーシューがないと卵チャーハン。卵チャーハン。はい。もっと難しい。僕の中ではもうあれが一番チャーハンの中では一番難しいです。難しいです。はい。で、どこが難しいですか？パラパラにするのは変わりないんです。はい。チャーシューっていう旨味の元が抜ける卵とご飯とネギだけ。今日の見たくチャーシューが入っても簡単なように見えて、長い時間かけてやればいいっていうものじゃないんですよ。長いとこになっちゃいますね。ご飯の粘りを出したんです。はい。で、一つ一つ見たところで聞いて、伺います。ご飯って冷えてるものとか冷凍だとかそういうんじゃないんですね。さすがいいです。さすが焼きたてがいいんですか？はい。それはなぜなんですか？まずね、鍋を熱しますよね。はいはい。油を引いて、卵が入ります。はい。まず卵。はい。そこは温度をもう高めでキープしてるんですね。そこに冷たいご飯が入っちゃうと、一気に下がる。最初に卵を入れるっていうのはどういう意味合いなんですか？一番は焦げ防止です。鉄鍋の熱したところに油引いてご飯入れると、まず間違いなくくっついちゃう。くっついちゃう。パラパラってなりながら、粘りはないけれども、じゃあカサカサってなっちゃいけないんです。ダメです。チャーハンっていう昔の子供の頃ね、焼き飯なんて言い方をして、焼き飯っていうことは、チャーハンっていう字を言えば炒めるっていうですけど、焼き飯っていうと、本当にお鍋で焼くような。そうですね。またチャーハンとは別のものがそうはい。あとはお鍋を振るっていうのはどういうことなんですか？鍋の温度を調整するために熱くなりすぎちゃうイコール焦げる。こっちは柔らかい、こっちはカリカリになった。いわゆる高熱のための鍋です。で、最後にガシャガシャガシャって派手に振るのは全部まんべんなくパラパラにするための、最初からこうはやらないです。やらない。はい。
そうするともう腱鞘炎になる。何です数こなさないとやっぱりそういう感覚とできないの。そうですね。はい。僕らが代わりにやらしてって言ったらなかなかもういかない。そうですね。数をこなしても、やっぱその時真剣に集中してないと失敗しますじゃん。おしゃべりをしながらやるのと、興味だと作るだけっていうことだと、やっぱり作るだけだから、全然違います。やっぱりね、そうだった。はい、また見てて、お米がやっぱり品種だとか、はい日本のお米なのか、その辺はどうなんですか？今日お出ししたのはジャスミンライス、いわゆるタイ米なんです。栽培なんです。香り米。猛烈ジャスミンの香りをするまでもないけども、いわゆる日本のコシヒカリに代表されるような粘り気もない。はい。このチャーハンのお米にはいいんですけども、一番やりやすい。やりやすい。ジャスミンライス、タイ米の場合は気持ち柔らかめに炊くんです。ああ、そうなんですか。で、日本のお米でチャーハンを作る場合は少し水分を使う。あんまりカチカチダメです。じゃあ、とにかくみんなパラパラがいいと思って信じる人がいますけども、ただパラパラじゃ意味がない。だって日本のお米で硬く炊いてカリンカリンにすればパラパラになるじゃないですか。ボソボソしちゃってね、半分食べられないですよ。でも今食べたらチャーシューの具合とネギの具合と卵とお米がくんずこずんとくるじゃないですけども、絶妙な感じで入っているので、いやー、そうですね、プロを作るチャーハン違うんだなと思ったんですけど、お店では出されてるんですか？はい、コースの締めで、その時によって変わるんですよ。チャーハンだったり、麺類でしたり、いろいろ僕の中では変えてます。で、今ほら、ゆうめんさんって単品の料理でね、お客様にサービスするっていうのをやめられても随分経ちます。10年経ちます。で、コースの中にやっぱりチャーハン入れるとお客さん喜ばれます。そうですね。だからもうこの12月、1月も結構お客様いらっしゃるじゃないですか。頑張って全部チャーハンにしチャーハンですか？いや、それでいっぺんに何人前ぐらいまでやっちゃうんですか？僕はね、5人前を限界にしてます。火力がね。じゃあもう聞けば聞くほど、お家でやるのは難しい。ご自宅で作られる場合は、秘訣は量が少ない。量が少ない。はい。4人家族だから4人分いっぺんにやっちゃう気持ちはわかるんですけど、大体失敗します。せいぜい2人前。限界が、1人前ずつが一番いいんです。でもね、0.5 人前だとまた失敗する。そうなんです。卵をよく溶いておいた方がいいんです。もうよく溶いた方がいいです。そう。はい。で、昔ですけど、10年ぐらい前から僕がトリュフをね、入れたんですよ。トリュフってね、卵ととても相性がいいし、豚肉と相性がいいし、お米とも相性がいいし、ネギ類も相性がいいから、絶対これはチャーハンに欠かせない。しかも中国のトリュフがね、雲南とかで出てきた頃なんで、僕も無理やり最初お願いして、あとはトリュフの春巻きですとか、結構させていただいて作ったけど、最近はやられてない。もうそうですね、トリュフはちょっと封印しちゃってます。あれはね、美味しくできちゃうんですよ。美味しくできちゃう。工せずして、早い話、スライスすればもう完成しちゃう。そのクオリティ、ちょっともう外そうと。なるほど。今、真面目に仕事やってるんです。チャーハンを伺ったらまた違う料理でもまたいつかぜひごちそうさまです。美味しくいただきました。ありがとうございます。うまいのなんの美味しくいただきました。やっぱりチャーハンといえども奥が深いなって、単なる焼き飯とは違うなっていうことを実感してまいりました。美味しくいただきました。